それから必要なもの全部手に入っている。ものすごくこれ出たら嬉しいカードなんですよ。だから今月ですね、うまくやれます。うまくやれます。皆さんこんにちは。カードリーダーでヒーラーのレイコライトです。ご視聴ありがとうございます。いつも高評価、コメントありがとうございます。はじめましての方、見つけてくださってありがとうございます。ピンときたらチャンネル登録をしてつながっておいてください。今回も楽しんでくれる皆さんに向けてお届けします。ただカードリーディングっていうのは万能ではないんですね。全人類には当てはまらないです。受け取る人によって理解も変わってきます。当然ながらこれは他の全ての動画に当てはまります。でもね、今ここを見てくださってるっていうことはなんか気になってる、引き寄せられてるってことじゃないかなと思います。あなた様にとっての大事なメッセージがこの動画にあるかもしれません。お見逃しのないようにキャッチしてください。はい、それではお羊座の皆さんやっていきましょう。はい、このように出ました。それでは開けていきましょう。11月ですね。はい。はい。なるほど。はい。ペンタクルスですね。はい。ペンタクルス揃い。なるほど。はい。あら、こちら。まあ、いい流れができてるんじゃないでしょうか。こちらが。はい。これいいですね。またペンタクルス10。おう。はい。ワールド逆位置。なるほど。はい、カップのナイト。はい、このように出ました。それでは読んでいきましょう。はい、お羊座の皆さんですね。それではお伝えをしていきたいと思いますが、運命のは逆位置ですが出ていて、ワールドも出てる。なるほど、なるほど。全体的に、この、底上げされてるというか、いいですよ。すごくいい感じで出てるんですが、ただ、ご自分の意識としてちょっと不安定さというのが、垣間見れますね。垣間見れる。言葉合ってますかね。ちょっと不安定な感じっていうのが、まず第一印象で受け取ります。だけど現状はいい。いろんなことに恵まれている状況があるよということが、このカードを伝えてくれてるんですが、これが今月のあなた様自身なんですね。今月11月ですが。はい。だからいいのに、ちょっと悪い方に考えがちとか、ご自分の意識が不安定になりがちというところが、まずお見受けできます。はい。そんなところで読んでいきますが、現状がカップのページっていう、とってもね、可愛らしいカードが出てるんですね。可愛らしい性格のページのカードです。これが逆位置なので、ちょっと不安定だとかね、なんかわがまま言いたくなっちゃうとか、かまってちゃうになっちゃうとかね、そういうカードが出てます。はい。そして流れとして、過去、それから現状、この先近い未来ってこういう流れができているんですけど、簡単に言うと、どんどん元気になってきますよ。この先に向けて。これいいんじゃないでしょうか。元気が上がってくる。それからやる気が上がってくる。なんかスピードが出ないなーっていうところがあったら、それがこの先ですね、解消されていくと出てます。この流れすごくいいと思います。ただ現状は、なんかちょっと気分の波がある。そうですね。気分の波があるというふうに出てます。はい。で言ったように過去が
過去の位置にこのカードなんですね。夜も眠れないよっていうカード。だから本当に夜眠れないっていう方もいらっしゃったのかも。それから、ネガティブに考えがちとか、そういった意味のあるカードです。ただこれ過去なんで、どんどん明るさは増していくんじゃないかなと思います。なんか眠れない感じがするな。なんでしょう。そう。それで、こちらでこちらなんで、どんどん元気は上がってきますね。で、このカードが、ここ。ペンタクルス4の逆位置。どんどん手放していくのがやっぱりいいと思います。手放していく。こだわらない。過去のことにこだわらない。過去の、なんでしょうね。ちょっと悲しかったこととか辛かったこととかね。そういったことをどんどんね、手放していくと元気になっていくよって伝えてくれてます。このカード。はい。ちょっとね、手放したくないっていう気持ちもあったりすると出てますね。それ何かっていうと、やっぱりこうね、人って持っていたいんですよね。変わっていくとか手放していくっていうのが、やはり人間って苦手な部分があるんですよ。それをすごくね、ここ感じますね。いい方向に行きたいし、元気出したいんだけどちょっとこだわりだとか、過去の思い出とかですね、今までやっていたことのこの思い癖とか、なんでしょう。ずっと持っている自分の観念とかね、そういったものが手放しづらいというカードなんですね。だけどそれ話していくとどんどん良くなっていく、どんどんやる気が上がっていくし、あなたの人生がいい方向に加速していくよっていうふうに伝えてくれてます。これすごくいいメッセージかなと思います。多分今私がお伝えしたことをご自分でね、分かっていらっしゃる方が多いと思います。いろんなことを手放していく。手放すっていうのは人それぞれだと思いますが、あなたの心の中になんかどこかでちょっと重く思っていることがあるのかもしれません。過去の例えば失敗とかね、嫌だったこととか辛かったこととか、それをどんどん、話していく。自分の中で消化していく。そして手放していく。というふうにしていくと、どんどんね、この先元気になっていくって出てます。それからこちらですね。これもね、ちょっと不安定というか、なんていうか、カードなんですね。これ、意識です。ご自分で分かってる意識、潜在意識ですね。そう。で、こちらの潜在意識もペンタクルスなんです。これがペンタクルス、エースの逆位置なんで、やっぱりね、なんかなくなっちゃったらどうしようという気持ちがありそう。はい。実際すごく恵まれているものがね、あると思いますよ。あなたの周りに協力者もいらっしゃるし、それから、これ全部持っているし、安定しているし、すべて手に入っているよっていうカードが、ご自分自身のところになんと出てるんですね、正位置で。これ出たら嬉しいカードです。羨ましいカード。だけど、なんかちょっとね、なくなっちゃったらどうしようとか、安定があるとして、その安定がなくなっちゃったらどうしようということにちょっととらわれがちかもと伝えてくれてます。はい、これは、失ったらどうしようっていうことですね。潜在意識にある、そういった気持ちが、ご自分の現実に反映しちゃうと出てます。だから、心の底から安心できればいいんですよね。心の底から大丈夫だって思えればいいし、それから、恵まれている、今恵まれている、持っているもの、今あなたの周りに囲まれているなんか素敵なものがあると思うんですね。そこに意識を持っていくといいんじゃないかなと思います。ちょっとなくなってしまうもの、それからなくなっちゃったら困るなっていう気持ちだったり、そこがね、根底にありそう。で、これがこんな風にですね、ないじゃなくてあるっていう方向に意識を強く向けられるようになると変わってくるんですよね。うまくいくんですよ。これがこういう風になって。だから、もしね、不安定さとか不安を感じたとしたら、ご自分の心の中にもしかしたら、なくなっちゃったらどうしようとかね、お金もそうですし、お金とか安定とか、今ある大事なもの、それがなくなっちゃったらどうしようっていうのはすごくね、ありますね。これもそうだし。だけど、そこを対処していければ、見ている現実も変わってくるし、自分の感じている現実も変わってくる。そのように出てます。はい、そしてね、こちらに行きますと、さっきからお見せしてますが、このカード、ペンタクルスの10のカードです。これは、
お父さん、お母さん、子供、ワンちゃん、おじいちゃんがいる家族のカードですね。家族の安定のカード、協力者がいるよっていうカードだったりするし、それから必要なもの全部手に入っている。ものすごくこれ出たら嬉しいカードなんですよ。はい。これが今回のあなた様のところに出てるんですね。だからすごくいい立場にいらっしゃるし、手に入っているものとか恵まれているものっていうのがいっぱいあるはずなんですね。そこに目を向けていきましょう。そのようにお伝えしたいと思います。あるのにない方に目を向けがちというのがこちらでね、出てるよというふうにお伝えしました。だけど今あるものに感謝をするとか、感謝のカードですね。感謝をするっていうことですごく変わってくる。安心できるし、安定が手に入れられる。安定を感じられる。そのように出ています。自分の心を向ける方向次第です。初めに、このね、ペンタクルスがいっぱい出てるから、物質的なこととか経済面とかね、そこに意識が向きがちだったり、そこが心配だったりというのが現れてるかなというふうにお伝えしました。だけどね、手に入ってるんですよ。ちょっと面白いですね。この矛盾は何でしょうか。あるのになくなっちゃったらどうしようという気持ちでしょうかね。そういうのが出てくるのかもしれない。経済的に豊かな様子も表してくれてます。はい。だからあまり先の心配とかしない方がいいかと思いますし、それから過去のことにとらわれない方がいいっていうのはね、さっき伝えましたが、はい。で、いつも言ってるようなことになってしまうかもしれないんですが、今の幸せを感じていくだったり、今手に入っている豊かさの方向を見ていくということで、今月すごく開かれていくんだと思います。はい。で、これ周りの状況とか環境ですね。運命の輪の逆位置ですね。運命の輪ってくるくる回っているんですね。一定ではないんですね。いつも同じ、方向にいるわけではなくて、たまたま今回逆位置で出ております。だからタイミングはこの先に来ます。タイミング。だから場所を探ししてる人もいるかな。例えば職場を探しているとか、何でしょう。ご自分がいたいと思う環境を探している方もいるかもしれないですね。そういう方はこの先にタイミングがやってくると出てます。だから無理やり環境をどうにかしようとか、無理やり誰かをどうにかしようとしない方がいいと思います。そうですね。今回はそのように伝わりますね。もしかしたら周りの人に対してどうにかしようって思ってるかも。はい。そんな感じがとてもしますね。だけど、周りの人は周りの人の都合があってというところが出てます。周りの人を変えることはできないよってこのカードを伝えてくれてます。それから、言ったようにタイミングはこれから来ますということですね。それもお伝えします。職場を探しているとか、例えば、住む場所を探しているとか、そういう方もいるのかな。運命の輪がぐるぐる回ってます。で、たまたま今月はこの逆になっているので、ちょっと待った方がいいものもありそうですね。強引に何とかしようとしない方がいい。流れに合わせる。タイミングが来たらそこに乗る。そういった姿勢でいるととってもいいと思います。なんとかできるのは自分だけだよっていうのが今回伝わりますね。はい。全体的にとてもね、いい感じで出ているんですね。恵まれてるだとか、手に入っているものがある、安定している、それから協力者もいるというようなこともお伝えしました。なので、ご自分だけなんですよね。周りは変えられないよっていうここのカードが伝えてくれてます。ですから、ご自分の考え方とか、向けていく意識、それを変える必要があったら変えていくと、とってもいい現実が見られると思います。これが今月のあなた様の思いですね。ワンドの3の聖地。はい。これは未来を見ているカードです。この先を見ているカード。やっぱり今じゃなくてこの先が気になるのかなというところですね。それから成功の兆しを表したりとか、とてもいい感じなんですね。開けてるカード。だから、発展したい思いとか、もっと良くなりたいとか、やっぱり未来に意識がいってる。
そのようにね、カード伝えてくれてます。未来に意識がいっている。だから、この先頑張りたいなとか、もっともっと幸せになりたい、もっといい未来をつかみたい、そういった気持ちが今月ありそう。それがあなた様の思いとしてありそう。それからトントン拍子のカードなんですね。だからトントン拍子で進んでほしいなって思いがすごく出てきそうですね。ただ、ちょいちょいですね、時間を待たなきゃいけない部分とか出てくるので、強引に相手を変えようとしないとした方がいいと思います。そういう姿勢でいた方がいいと思う。なんかすんなり行かせたい感じがすごくありますね。苦労したくない。苦労しなくていいんですけど、ただタイミングを待つとかね、自分を整えるってことは必要になってきそうです。それから何か計画があるでしょうか。計画がトントン拍子に行く様子を表すカードでもあるので、何か計画があるとしたら、その計画がトントン拍子でうまくいってほしいなって思いがありそう。はい。で、そのようなあなた様に、ここでね、お伝えしたように、ちょっと待つだとか、整えるとか、ちょっとしつこいですけど、そういったこと、そういう調整をしていくといいよということですね。うまくいってほしい、軌道に乗ってほしいという、そういった希望がありそう。はい、そしてね、このカードいきましょう。最終結果に当たるとこなんですが、ソードの7の正位置ですね。はい、これうまくやれてるカードです。うまくやれる、要領よくやれるカードですよ。だから今月ですね、うまくやれます。うまくやれます。一緒に出てるのがワールドの逆位置か。今月で全て収めようとしない方がいいかも。ワールド逆位置なので、正位置だと完成なんですね。これが逆なので、まだまだ続くよっていうことです。まだまだ人生は続くし。そう、ここで、全部完成っていうふうに思わない方がいいですね。はい。なんかすごくね、うまくいかせたい気持ちがありそう。だけどですね、今月すべてのことが完成するわけじゃなくて、完了するわけじゃなくて、この先もまだまだ人生は続く。それからこんなもんじゃない。こんなもんじゃないですね。そういった思いになるかも。だけどね、結果的にすごくうまくできちゃう。そのように伝えてくれてます。なんかスルッとうまくできる。障害があったとしても、スルッと抜けられるカードなんですね。うまくできるよって伝えてくれてます。で、今月は、うまくできる。そして、まだまだ大きな目標については、実るのはこの先ということですね。だから、諦めないことが大事ですね。諦めない。例えば、今月出た結果を全てというふうに思わない方がいい。そんな風にも言えると思います。今月が全てじゃないし、完了じゃないし、ゴールじゃないんですね。まだまだこんなもんじゃない。ここから先に大きく広がっていく。気持ちも上がってくるし、元気も上がってくる。これも希望のカードなんですよね。希望のカード。でこっちがね、ご自身の、思い、希望、願いというふうに言いましたが、未来を向いてます。この先もっと良くなったらいいなって思いがあるし、それから未来への期待、そうだな、未来への期待なんですよね。未来への期待のカード。成功の兆しをつかむっていうカードでもあるし、なんかつかみたいのかもしれないですね。未来に向けて何かつかみたい。はい。だから、そことね、つながるんですが、この1ヶ月で全て決まるわけじゃないし、ここからもっともっと良くなる。それから希望が見えてくるんじゃないかな。希望のカードでもあります。本当に恵まれてるんですよね。ですから、あなた様だけうまくいっちゃう感じもあるんですね。このカード。だから、もっと踏み込んで言うと、周りの人もうまくいかせてあげる格好にしていくといいですね。一人勝ちじゃなくて、みんなも良くなるという考え方でいるとすごくいいと思います。人に恵まれる時なので、その相手の希望を叶えるとか、自分だけうまくいくっていうことだけじゃなくて、みんなうまくいくっていう風な、発想にしていくととてもいいと思います。はい、そしてこちらが今月の
対策ということで出してます。それから開運ポイントとかね、そういうことで読みたいと思いますが、カップのナイト聖地、これも出たら嬉しいカードですよ。白馬の王子様のカードです。はい。人の気持ちを大事にということですね。あなたに素敵な気持ちを持ってきてくれる人がいるかも。素敵な気持ちは本当にね、愛情っていう場合もあるし、感謝かもしれない。なんでしょうね。とにかくあなたにとって喜ばしい気持ち、それを持ってきてくれる人がいるかも。だから人の気持ち、持ってきてくれる人の気持ちを受け取るだとか、そこを大事にする。それが開運ポイントになります。ここで言ったように、一人で勝てちゃう、一人勝ちのカードもが出てるので、自分だけうまくいっちゃうっていう可能性もあるんですね。だけど周りの人も一緒にうまくいくようにしていくだったり、それから周りの人の気持ちを汲み取って受け止めるという格好にしていくととってもいいと思います。はい。そうですね。このカードが、さっきからお見せしてますが、とても素晴らしいカードなので、周りに人がいるんですね。周りに人がいる。恵まれている。人に恵まれる。それから協力者がいるというカード。だから自分だけというよりかは、周りの人と一緒に良くなっていく。そういった発想でいると、今月とってもいいと思います。ですね。開運ポイント。人の気持ちを大事にする。周りの人の気持ちを大事にする。そのようにお伝えをしたいと思います。はい、このように出ました。この後ですね、オラクルカード。こちらでお仕事、それから愛情面のメッセージ、ラストメッセージを出していきます。で、今回もコメント欄にアファメーションをお待ちしてます。アファメーションっていうのは、今月も最高でしたとかね、例えば、私の望みが叶いました。あるいは、私は両思いになりましたとか、ポジティブな宣言を自分に先にしてしまって、その現実を引き寄せるという仕組みであります。間違って全然ダメだとかね、悪いことを書いちゃうと、それあなたの現実になることがありますので、お気をつけください。では、オラクルカードを引いていきます。今回使わせていただくカードは概要欄からわかるようになってますので、ご興味がある方はご覧になってみてください。それではオラクルカード出します。お仕事活動面のメッセージ。2枚ですね。それから愛情面。はい、今月のラストメッセージは一番最後に出したいと思います。こんな感じでしょうか。はい、ではね、開けていきましょう。今回フラワーセラピーオラクルカードで出していきます。このカードはもしかしたらもう新品は売ってないかもしれないですね。結構廃盤になってるような、そんな昔からあるカードでございます。はい、お仕事活動面オープン。オレンジだ。なるほど。リリースオールアンガー。アップリフトユアソーツ。なるほどです。ちょっと似てますね。さっきのタロットカードのリーディングと。それから、愛情面。はい。またユリですね。ファイナンシャルヒーリング。なるほど。なるほど。お金のカードだ。はい、このように出ました。それでは、カードの意味と降りてきた直感で読んでいきましょう。はい、お仕事活動面ですね。はい、本当に同じような色ですね。はい。で、リリースオールアンガー、スナップドラゴン、なるほど、なるほど。怒りを解放しましょうってありますよ。なんか怒ってることありますか？ムカついてることありますか？怒りを解放しましょう。怒りっていうのはですね、そういった感情、怒りの感情って実はすごく深いんですよ。悲しいとかね、例えば辛いとか、そういった感情が怒りっていう形で、ちょっと姿を変えて現れている場合もあるので、とても実は深い感情なんですね。はい、怒りを手放しましょうときました。ストレス解消って言ったらちょっと違うかな。
ご自分の中にやっぱりなんかあるのかもしれないですね。さっきのタロットカードのリーディングでも、なんかちょっとあるかなっていうのがあったんですが、そこは深掘りはしませんけれども、大勢に向けてのリーディングですんでね。なので、相手を変えようっていうよりかは、自分の内面と向かい合うっていうことが、今回は本当にとっても良さそうです。そこを認めて感じて、そして手放していくっていう流れになるんですよね。感情の解放っていうのは。そうすると、お仕事面、すごくいい流れが作れるんじゃないかなと思います。しかしね、原動力になったりもするんですよ、怒り。怒りのこのね、取り扱い方って結構うまくするとそれがバネになったりするので、何とも言えないんですが、ただご自分の感情を自分で受け止めてあげるっていうことが大事なのかもしれないですね。そのようにお伝えしたいと思います。自分の感情を見て見ぬふりしない。それを感じて受け止めて、それでバイバイするっていうような格好になれば一番いいんですが、まずはストレス解消だったり、ストレスじゃないな、ご自分の中にある何か怒りのように感じるもの、そこと向かい合っていくっていうことが良さそうです、今回。はい。それから、こちら、アップリフトや、そう、考え方をこう、上げていきましょうみたいなことです。同じことですね。はい。どちらにしても、何回もさっきお伝えしたように思うんですが、ご自分の内側と向かい合っていくっていうことで、今回お仕事がすごく開けてくると伝えてくれてます。ただね、これ上げていくって言いましたが、決してネガティブが悪いことでもないんですね。で、決して怒りが悪いことでもないんです。それがバネになるし、そこと向かい合うということで、またね、クリエイティブな素敵なものが生まれる可能性もあるんですよ。だから、自分の内側にあるものを悪いって思わないで、そこをそのまんま受け止めてあげて、そこからですね。はい、受け止めてあげる。自分を受け止めてあげる。それがメッセージになります。お仕事面と関係ないじゃないかって思う方もいるかもしれないですが、結構ね、お仕事面って自分のメンタルだったりとか、メンタルじゃなくても自分の奥底、内側にあるものとつながってるんですよね。流れがうまくいかないとか、今回はうまくいきそうでしたが、何でしょうかね、気持ちの不安定さがあるとしたら、やはり自分の内側を解消すると、それが現実に反映されてうまくいく流れを作れるっていうふうにも言えますので、はい。人を気にするというか、人に何と思われてるかどうかっていうことを気にするよりかは、自分と向かい合う。それが良さそうです。人にどう思われてるんだろうとかね。そういうことよりも、自分が自分をどう受け止めるか。そこがお仕事のいい流れにつながってきそうです。ただネガティブなものとか、ムカつくっていうことがあったとしても、それをバネにするとかですね、それを材料にするとかですね、そういう使い方もできますんで、とにかくご自分を否定しないでほしいなと思います。はい、そしたら愛情面いきましょう。はい、透かしゆりって言うんですけどね、同じ種類が出てます。オレンジに黄色。これはお金のことを表したりするんですね。ファイナンシャルヒーリング。お金の癒し、豊かさの癒し。で、さっきタロットカードのリーディングでも今回ペンタクルすごい出てましたね。お金、経済面、物質的な豊かさを表すカードが出ていました。なので、お金のこととか経済面とかですね。目に見える豊かさ、手に取れる豊かさ、そこに気持ちがいっている、意識がいっている方が多いのかもしれないです。はい。で、愛情面なので様々なパターンでご覧をくださっていると思います。お相手がいらっしゃる方、それからこれからって方、そしてご家族愛で見てくださっている方もいると思いますが、そうですね。もう成立している方は、やっぱりお金、経済的なことっていうのが一つ何か課題になっているのかなと思いました。それからさっきもお伝えしたんですが、ないっていうことより今あることに目を向けていく、意識を向けていくと、そこからその意識が拡大されて広がっていくという言い方をしました。なので、豊かさをどこに見出すかということが大事なのかもしれないですね。シンプルにお金、経済面が何か課題がある方もいるのかもしれないです。愛情というお話で言うと。愛と豊かさが連動してますね。
で、しかも豊かさっていうのは、このカードが伝えてくれる豊かさはお金だけじゃないですよね。本当に気持ちの豊かさだったりとか余裕だったりとか、そういったところも表してくれてます。余裕、豊かさ、それがあなた様の愛情面の運気と連動している感じがあります。何でしょうね、いろいろパターンが考えられちゃうんですけど、これは自分とお金との問題っていうことを表すカードでもあるんですね。なので、例えばね、自分がお金使いすぎちゃうとかね、それでちょっと問題が起きてるとか、そういうこともあるかもしれないし、それからお金を気にしすぎてるっていうこともあるかもしれない。とにかくお金っていうのがポイントになってきそうです。で、そこが解消されれば、癒されれば、愛情もうまくいく。愛とお金が連動してます。はい、とてもわかりやすい感じですね。それからこれから相手を、探したいという方に向けて、やはり経済的なこととかお金面は無視できないというか、そこを大事にされたらいいと思います。今回そういうカードですね。よく愛があればお金なくてもいいとかってね、いうふうに思う方もいると思うんですが、今回はですね、そういう経済的なことも大事だよということを伝えてくれてます。そのあたりを参考にしてほしいなと思うんですが、それからお相手を探したいけどなかなか巡り合えないっていう方は、ご自身のその経済的なこととか金銭面の問題が解決してないってこともあるかも。そのようにお伝えします。様々な方がね、ご覧になっているので、例え話が非常に難しいのですが、ポイントはお金、豊かさでございます。愛と豊かさの連動が起こります。そのようにお伝えしたいと思います。それから、最後ですね。今月のラストメッセージ。パワーストーンのカードでお伝えしていきます。これなんだっけ。レイディークリスタルインスピレーションカードですね。はい。11月、お羊座の皆さん、最後の1枚です。飛び出しました。はい。ラストメッセージ、オープン。ヘマタイト、グラウンドユアセルフ。なるほど、グラウンディングのカードが来ましたね。ヘマタイト、これ健康の石だったかな。健康面でちょっと課題がある方もいるのかなと思います。それから、これ地に足をつけるです。そして今を大事にする。今ここを大事にする。根付かすみたいなことですね。足元にありそうですね。足元にありそうです。さっき、ご自身を表すところにこのカードが出ていたんですね。ちょっと似ていますね。はい。幸せは足元にっていうカードだったり、すでに身の回りに安定だとか、幸せ、豊かさあるよっていうカードなんですが、ちょっと似ていますね。足元を固めるだとか、身の回り、自分のそばにあるもの、足元にあるものを大事にしましょうってこのカードを伝えてくれてます。はい。だから遠くのものというより、おそらくね、もしかしたら遠くのもの、今手に入ってないものに対しての憧れっていうのが出てくるかもしれないんですが、今月は。だけど、これ家族のカードでもあるんですが、身近な幸せとか今もう手にしてるものとかですね、今持ってるもの、あなたが今まで手に入れてきたもの、もうすでにあるもの、それも大事だよっていうカードなんですね。で、最後に出てきてくれました。グラウンドヨーセルフ。地に足をつける。それから身の回りにある幸せ、豊かさ、大事にしていきましょう。そのようにこのカード、最後締めてくれました。はい。それからグラウンディングもいいですよ。開運アクションとしてグラウンディング。それはアーシングっていう言い方もします。地球のエネルギーを自分に取り込むということです。スピリチュアル的な用語だったんですが、なんだか最近スピリチュアルをあまりよくわからないという方もですね、グラウンディングっていう言葉知っていたりするので、割とメジャーになったのかなと思うんですが、グラウンディングっていうのは地球のエネルギーを自分に取り込むっていうことです。なので自然の中に行ったりとか、あと裸足になってね、土の上に立つのはとても一番いいんですけど、なかなかできない方は、根菜を食べたりだとか、
本当に自然の中に行って自然を感じる、足から自然を感じるみたいな、そういった格好にしていくととってもいいんじゃないかなと思います。それからすごく肯定を感じますね。ここでいいんだよっていうことと、あなたでいいんだよっていう、そういう感じがします。このカードは今ここにいることっていうことを肯定してくれるカードでもあるんですね。そのようにお伝えします。はい、お羊座の皆さんは以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。リーディング動画は何回か見ていただけますと、その時に必要なまた別の違ったメッセージが受け取れることもございますので、よかったら何回かご覧になってみてください。はい、ではご視聴ありがとうございました。